主演、韓国ドラマ最悪の悪のキャスト来日登壇試写会が開催された2023年9月21日から約1年が経ちました。今回はその試写会に行った時の1泊2日の東京旅行の Vlog をまとめてみました。家からは新幹線でも飛行機でもアクセスはさほど変わらないのですが、コロナ禍でしばらく飛行機に乗る機会がなかったので、今回は関西国際空港からスターフライヤーで羽田空港まで移動しました。約1時間の空の旅、飛行機からの景色を見るのが大好きで、初めから最後までずっと窓に張り付いていました。羽田に着いたらすぐにコリアタウンのある東京新大久保に向かいました。こちらは韓国推し会でおなじみカイサルカフェさん、チチャンウクヘアです。大阪にもコリアタウンはありますが、こういったチチャンウクさんだけのエリアというのはなかなかないので嬉しいですね。新大久保駅改札付近の期間限定の広告です。試写会の会場は徒歩シネマズ六本木ヒルズ一葉大都会ナンバー2在住なので、あまり余裕を見ずにいたら普通に入り口がわからず迷ってしまい、しばらくうろうろ、いやはやかなり焦りました。受付では一人一人きっちり身分証の提示が求められ、係の人が名簿としっかり照らし合わせていました。ドリンクチケットと席番号を受け取り、館内へ。私は本当に運がなくて今回正直諦めていたのですが、友人が当選してペアでの招待だったので連れて行ってもらいました。この赤いテープは最後にキャストたちが祝砲を打った時に会場に散ったのを大切に持ち帰りました。前から数列目までは報道関係者やカメラで埋まっていたので、ステージから席まで少し距離があり、双眼鏡を持って行って正解でした。キャスト登壇の後に上映という順番でした。ドラマの挿入歌オルザシンクスのフォーアザグローリーがかっこよく流れてきて、おなじみ司会の古谷さんが、それではキャストの皆さんのご登場です。本物ですの声で会場は大興奮。チチャンウクさんは髪型もスーツもかっこよいのはもちろん、何よりも立ち姿がとても美しく洗練されていました。主演キャスト3人と、かねてからチチャンウクさんのファンだと公言しているアイドルの島崎遥香さんと、カンドラ大好き芸人として斉藤さんがゲストに来てくれました。島崎遥香さんは芸能人なのでこういう場には慣れていそうなのですが、大好きなチチャンウクさんを目の前にしてめちゃくちゃ緊張しているのが分かりました。島崎さんが恥ずかしくてチャンウクさんと目を合わせられないと言うと、斉藤さんが僕が代わりに彼と目を合わせときますと言ったのが、通訳による時間差のためもう次の話題に移ってる頃にチャンウクさんにやっと伝わったようで、いきなりしゃがみ込んで爆笑し皆を驚かせました。自分が斉藤さんと見つめ合ってる絵面を想像したのかな。もしかしてキャストが観客からの質問に答えるコーナーとかあるのかとドキドキしていましたが、多分上映前だったのでありませんでした。キャストが帰った後、最悪の悪を2話まで堪能し、見終わった時は21時頃、六本木ヒルズの夜景が素敵です。この時遅めのご飯を食べながら、チャン君は試写会が終わって今頃どこで何してるんだろうねえからと皆で言い合ってました。セラビ東京試写会の後、最悪の悪キャストのイムセミさんがスタッフさんたちとこちらにいる写真を SNS にアップされていたので、関係者皆で打ち上げしていたものと思われます。ドラマあなたが願いを言えばでチャンウクさんと共演した少女時代スヨンさんのインスタグラムストーリーにもアップされました。この時スヨンさんもちょうどファンミーティングのために来日していたようで、合流したのかなと思われます。渋谷のビルの電光広告に最悪の悪が流れるのを
一緒に眺めながら、これからのお互いの日本での活動や夢について語り合っていたとのことです。偶然にも、スヨンさんの日本デビューアルバム、アンスターパブルの発売日が、ジャンウクさんの SHINYTRIP と同じ10月30日です。こちらも素敵なジャケット、どんな曲か気になります。翌日、私が向かったのは、日本橋にあるロイヤルパークホテル。せっかく東京に来たので、遠野圭吾さんの小説、マスカレードホテルのモデルになったホテルを見に来ました。天井のシャンデリアは天の川がモチーフだそうです。映画化された時のロビーでのシーンはここで撮影したのではなく、スタジオに再現セットが作られ、実際の地下に降りていく階段やエスカレーターはなく、床はすべてフラットでソファがたくさん置いてあったと思います。実際のコンシェルジュデスク。遠野圭吾さんが編集者さんとの打ち合わせによく使っていたというラウンジです。空港に向かう前にカフェオレをオーダーして一息、遠野圭吾さんがここでこんな風に景色を眺めながら小説のアイディアを想像していたのかなと思いを巡らせました。この来日で3人が東京タワーをバックに撮影したこの場所にも後日12月のファンミの時ついでに行ってみました。東京タワー近くの南東に位置するここは仏教協会関連の施設で、関係者以外は屋上には上がれなさそうでしたので外から眺めておきました。東京ミルクチーズ工場の羽田空港店限定 COW サンデースペシャル、チーズ好きにはたまらないチーズ尽くしでコクがありうまうまです。